いや、真ん中使うのは一番そのパーセンテージが高いですから。 A パスで高いところからもう本当に1メーター弱のところに上げてヒッティングすれば大体決まりますよ。だから 60% 以上は決まるんじゃないかな。 A パスでいけば60。だからどこよりもパーセンテージがどこのポジションよりも高いはずです。ミドルが A パスで打っていくときに。だから厄介なんですよ。ミドルっていうのは A パスでクイック A クイック B クイック入ってくると、やっぱそこをどうしてもケアしなきゃいけないから、両サイドに行かれた時にブロックが遅れてっていうパターンなので、だから日本が少しこう良くなってるっていうのは、クイックでサイドアウト取れるようになったんですよ、小野寺と山内で。いや、決まるようになったから増えたんですよ。決まんないのに上げてもしょうがないじゃないですか。でも今あの辺が確実にサイドアウト取れるようになったから、余計サイドが生きてくる。それは大きいですよ。それはもうすごく大きい。本当は後半もそこで攻めれれば一番強いチームだと思うんですよ、僕は。まあ相手がやっぱミドルがいいですからね。その速さに慣れてくるっていうのもあるんでしょうね、そのタイミングが。まあ4ではないんですよ、向こうは。リードで来るんで、上げたところに行くんで。だからでも前よりは良くなってると思いますよ。随分競ってるところでもそこでクイック使えるようになったんかっていうボールがすごい増えてるし。だからミドルっていうのは相手が打ってくるのも止められないけど、こっちが打ってくるのが決まるようになるとセッターは組み立てが楽になる。ミドルってすごい重要だと思いますね、やっぱり攻撃の中では。そういうことですね、そういうことですね。だからミドルはより速くより高く、だからやっぱり身長が高い方が有利なんでしょうね。やっぱフランスとかイタリアのミドルに比べるとやっぱりスピードを取る、パワーも取る。でもそれしょうがないですよ。でも日本人の特性だから。でも良くなってる、よくはなってる。だからチーム力が上がったんだと思いますよ。今もやっぱりそのトップのチームに比べたらブロック弱いけど、それでもキルブロック増えましたもんね、前に比べたら。だから上達はしてるんだと思うんで。いやタフです。タフなんだけど、別にミドルがそのまま残ってこいつと変わってもいいんですよ。キューバのねミドルでバックアタックの打つやつは後ろにいても残ってますから。それはサーブレシーブしないけどバックアタック打つんで残ってるから。だからミドルがバック行ったら変わんなきゃいけないっていうことはないです。もちろんでもすごいハードワークしなきゃいけないポジションなんで、前で。ただそれだけの理由じゃなくて、やっぱりサーブレシーブが上手な選手が少ないっていうことは確かに間違いない。今までもミドルでパスしてる選手は何人もいますし、実際そういうチームもいますし。